んにちは、メイです。今回はエントランスから左の場所にキャビアの郵便局を作っていきます。なんでキャビアが選ばれたのか気になる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では早速本日の現場へ向かいます。作りかけだったのですぐに到着しましたね。すぐ近くに南河口があるので、今回はこれも活かしていきたいですね。自宅横の1段目から西の海岸まで全部作ります。マップで言うとこの辺りですね。一区画とちょっとと、今回も広めでさらにキャビアの家も改装していきます。最初はエントランスを作成していた時に作った道の拡張から。今回の動画の流れとしては、まず郵便局の外回りを仕上げてから郵便局の内装を作り、また外に戻って郵便局周りを仕上げていきます。島クリエイトのみ見たい方はタイムスタンプから飛んでくださいね。この場所は水路をたっぷりと仕込むので、木で疑似の端っぽくします。道路が浮いていて変な感じがしますが、後で家具のパワーでなんとかします。せっかく水路の前デザインを作ったので、まっすぐだけでなく複雑な形の水路も作っていきます。計算ミスって加工にマイデザインが被ってしまいましたが、ここまで貼って貼り直すのも面倒なので直しません。今敷いているあたりに郵便局が来る予定です。何千年ぶりかに組木の道を敷いていきます。最後に使ったのはいつだったのか忘れました。割と複雑な感じで水路が敷けて満足しています。さあ次はなんと本物の川を掘っていきます。シーズン2初めての川掘り体験。横幅3マスで作っていきます。釣り大会はミラーがここに群がりそうですね。道路とまっすぐの位置になるように橋を架けます。一番小さいサイズの橋ですね。キャビアちゃんも引っ越しです。ここで朝から晩まで24時間郵便局員をしてもらいます。引っ越し完了です。次は川どこから来た問題を解消するために崖を作ります。過去の私に託された崖の拡張工事です。先ほど作った川のところまで崖を拡張していきます。どこから川来た問題を滝で解決します。湧き水的な感じですかね。郵便局ギリギリのところに滝ができました。今回は崖上はほとんど作らないのでカットします。こんな感じで敷いています。せっかく作りましたが、この道は後で破壊予定です。郵便局周りを飾り付けていきます。正面の崖は西部の街並みなので隠します。違和感のある道路をスチールフェンスで囲えばどうにかなると思いましたが、そうでもありませんね。途中だった岩壁の続きを立てます。赤いスクーターは配達には欠かせません。普段使い用予備念のための3台です。マイクロライブラリーを赤でリメイクしたものを後ろ向きにしています。川と水路のつなぎ目は角で隠します。組木の道部分は大型荷物用の受付場所にしていきます。階段ダンスで疑似の階段を作り、電気を入れる棚的なものをシンプルなパネルで作ります。ここはあまりうまくできなかったので今後改良予定です。手持ちの旗を飾ります。赤ベースに郵便マークを書いただけのやつです。パーテーションボールはシルバーと赤の組み合わせ。この家具の名前2台をいつも忘れます。赤と緑は色の相性が抜群なので、茶色系や中間色も入れるとアンティークな雰囲気になるかなと思います。郵便局周りができました。この角度がお気に入りです。次は内装を郵便局に変えていきます。現在のキャビア邸。悠々自適な快適生活にさよならの挨拶をしてもらいます。今日から毎日郵便局員としての役割を果たしてもらいます。まずは部屋の概要です。窓はありでエントランスはレンガ。ライトは白で最大の明るさ。環境音はありません。壁紙と床の概要です。古い感じの郵便局感を出すためにレトロ系のレンガ。手紙が入っている風な棚をライブラリーな壁で再現しています。
土足で人が足を踏み入れる場所はレンガのラグを敷きます。奥から作っていきます。今回の部屋は半分以上を物で敷き詰めて、奥にキャビアが行かないようにします。左がお金の取り扱い、右が配達物のスペースになるように家具をそれとなく分けておいていきます。ここはキャビアの家ですが、住む場所としての機能は果たさないように改造していきます。シトロン島の道民代表は鬼畜ですね。家具はレトロなものにこだわりすぎず、現代文明のものも構わずに置いていきます。便利なものがあるのに使わないのは非効率ですからね。郵便物が金融窓口の方にも行ってしまっていますが、量的な問題で占領せざる得なさそうですね。郵便物専用のマイデザインをダウンロードするだけのスペースがないので、それっぽい家具で代用しまくっています。地球儀は地球の裏側に何かをお届けする人用ですね。シトロン島からの送料が書いてあります。金庫は窓口の近くにあえておきます。金庫の前に窓口が来る予定です。お客さんからは見えない位置なので、ここにあると視認させません。絶対に動けないキャスター付きのオフィスチェアです。半分ほど家具で埋まったので壁を飾り付けます。荷物が邪魔して通れないドアをつけて、棚もつけておきます。ついに出ましたカウンター。レトロな感じを出すために天蓋付きカウンターを使っています。空いた隙間にレンガの柱を立てて隙間を塞ぎます。それにしても家具が多すぎてキャビアちゃんが不憫ですね。バンカーズランプを置いて金融窓口っぽく。キッチンスケールは手紙の重量を測るやつですね。真ん中にアンティークなビュールを置いて、開ければ手紙入りなので郵便にぴったり。昔からこのアイテムは郵便局アイテムとして皆に愛されていますね。パーテーション付きデスクでプライバシーの確保。宛先などを除く不届き物から守ります。ちなみになぜキャビアが郵便局員かといったら、英語名でキキだからですね。黒猫のキキ、それはもう魔女の宅急便っぽいということで、郵便局員をやってもらうことにしました。天井に吊り下げ案内ボードをつけて、何の窓口か分かりやすくしていきます。色は金融窓口はイエローで、郵便窓口はブラウンです。照明の色はゴールドに変えて完成です。リフォームでタヌキがいたので、ついでに金融窓口の担当にしています。部屋の半分より奥に行く手段がないので、最初からそちら側に行かないように全て埋めています。見た目と防犯を重視した結果、かわいそうなことになりました。ではまた種目クリエイトをしていきます。郵便局の上の道の滝が流れているところに橋を架けていきます。1段目の橋と同じ幅の一番小さいサイズの橋ですね。上と下で見た目が揃うと、都市計画しているなーっていう気分になります。崖を砂浜ギリギリまで拡張していきます。1マスずらして作ります。崖ができましたが、今回は崖上は作りません。崖下の郵便局の隣を作っていきます。こちら側は川を眺めるだけのスペースとのり巻さんのお家を作っていきます。豪華にする予定はなかったのですが、のり巻さん家は結構豪邸になる予定です。橋から道をつなげていきます。家の裏になる部分にもマイデザインを事前に貼っておきます。家を建ててからじゃないとよくわからないので、この辺りは適当に。郵便局前と同じように橋を作っていきます。ここの水路は本物の川とつながっている風に見せたいのですが、川との境目に草が出てきてしまうので、自然につながっている風は無理がありますね。中世の街並みを事前に置いておきます。のり巻さん家は中世の街並みと色を合わせています。引っ越しできたので続きのマイデザインを敷いていきます。前のシーズンではのり巻さんはアイスクリーム屋の店長でした。ちなみに我が家でのり巻さんのことをペンペンと呼んでいます。マイデザインが敷けたので飾り付けていきます。行き止まりには温室的な入り口を作ります。シンプルなパネルをマイデザインでメイクしたものを置き、その手前にお城の門を。
温室付きの一軒家とは豪華ですね。我が家でペンギンは特別扱いなので、熱盛でもつい特別扱いにしてしまいました。お城の塔を建ててさらに豪邸に。お高いママチャリは敷地内にしまっておきます。倉庫を作って収納にも困りません。のりまきさんはアイス屋からオリーブ屋に転身しています。それでこんなに豪邸になったのかもしれないということにしておきます。豪邸が出来上がりました。家を家具で囲むと雰囲気が変わっていいですね。最後にここだけ直します。こうなってこうなりました。中世の街並みで囲んだだけですがまとまりが出ましたね。これで全て完成です。黒猫の郵便局のクリエイトはいかがだったでしょうか。黒猫郵便局とのり巻きの豪邸いいなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。Just as surprised as you.